メルヘンメタモルフォーゼ。さあ観念してください、怪人シャンボリーヌ。この魔法少女メルヘンウサミンがいる限り、地球とウサミン星の平和は破らせませんよ。ここはここはウサミン星じゃなくて事務所。夢でしたか。そうでした。今日は朝早くからダンスレッスン&歌のお仕事と続いてだいぶハードだったから、ソファでうとうとしちゃって。で、プロデューサーさんからお呼びのメールじゃないですか。急いで行かないと。ウサミンワープ。の前にせめて顔を洗わなくちゃ。ずっと昔から何度も見てるいつもの夢。一度は諦めかけてしまったナナではありますが、プロデューサーさんと出会えたおかげで少しずつですけど夢を叶えられている気がします。でもナナはあとどれくらい夢を追いかけていられるんでしょうか。チックチックあチックチックあチック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 。ブスブス。いったー、ハートの玉のお肌に傷が。もう裁縫針さん意地悪しちゃダメ。でもシュガーハートは負けないんだから。この手作り衣装次のステージで絶対使わせてもらうんだ。まだプロデューサーに許可取ってないけど。でも絶対ねじ込んじゃうんだから。ハートのスイーティーな未来のために手段は選ばないぞ。絆創膏ハートの名前は佐藤真じゃなくてシュガーハート。スイーティーなラブリーアイドル。3サイズは上から順にボンキュッボン。目指すはめちゃかわでキュンキュンでキャピキャピなトップアイドルってやつなんだけど。道のり遠いなあ。若くてすっごい才能の子たちいっぱいいるし。ハートの名前はシュガーハート。26歳。ハートは、あと、どれくらい、チクチクすればいいんだろう。ウィース、わーす。じゃなくて、おはようございまーす。テーペロ。ハートちゃん、おはようございます。ナナパイセンじゃないっすか。おはようございます。パイセンもプロデューサーに呼ばれて。でおい、プロデューサーいるんなら言えよ。プロデューサーさん、もしかしてナナとハートちゃんのお仕事なんですか？阿部ナナと佐藤真当プロダクションでも屈指の濃いキャラ作りのアイドル2人による体当たりステージ企画。キャラ作りって言うな。そうですよ。ナナは歌って踊れるメイド声優アイドルで本物のウサミン星人で永遠の17歳なんですから。あれ？でもプロデューサーさん、この企画書
2枚目以降が白紙になってますよ。もしかして乱調とかですか？ええダークも企画書から作れーとか久々に無茶ぶり来ましたって感じ。プロデューサーってば後で覚えとけよ。そんでどっかで新曲を挟みつつ、あとはトークでもお芝居でもハートたちだからできることを考えるように言われたわけだけど、7パイセンどうしよっか。とりあえずどっか入って打ち合わせでもする？パイセン？おーい。ハートちゃん！今回のステージでどうしてもやりたいことがあって、その子供っぽいって思われるかもしれないんですけど。何聞かせて、パイセンのやりたいこと。それは2人の魔法少女オンステージです。2人の魔法少女ってことはハートと7パイセンが？はい、小さい頃大好きだったアニメの主役みたいにフリフリの衣装を着てキラキラのステッキを振るの、ずっと昔からのどうしてもやりたかった夢で。でもうまくいくかわからないですから、ハートちゃんがやりたいことがあるならそっちでも。それすっごい良さそう。さすが7パイセン、とってもスイー。いいんですか？もちろん。7パイセンとコンビを組んでお芝居とかどう考えてもワクワクもんだし。それに魔法少女用のフリフリするんだから。ハートちゃん、ありがとうございます。そうだ、ケーキ漬けに乾杯でもしましょうか。オッケー。じゃコンビニ行って乾杯用の缶ルービーを。ナナはまだ未成年なのでアルコールはダメなので、違うのでお願いします。そうだった。そういう設定だった。この字入った。それでは2人の企画とステージの成功を誓って、せーの、シュガシュガー第1回シュガミン魔法少女イベント企画会議。ナナとハートちゃんで作る夢のステージ。いやー楽しみですね。テンション上がっちゃいますね。なパイセン見てハート衣装デザインのラフ描いてみたんだ。すっごい可愛いデザインですね、ハートちゃん。全身にフリルがいっぱいでビーズや小物もキラキラしてて。でしょ。こんな衣装でステージに立てたらいいよね。ハート頑張ってチクチクすっぞ。材料代は経費で落とすし。これだけ凝った衣装なら敵役にもかっこいいのが必要ですよね。ここは業界でも有名な製作所に着ぐるみの依頼を。生演奏呼ぼうパイセン。フローケででっかいパイプオルガン付きのやつ。いいですね、生演奏。それなら必殺技を使うときは花火とスモークで演出です。最後はワイヤーで空を飛びましょう。大迫力間違いなしですよ。あとそれからこんな時間です。ハートち
ここまでで決まったことを一旦まとめましょうか。賛成。すっごいアイデアいっぱい出たし、最高のステージになること間違いなし。うーん確かにすごく派手でステージは盛り上がると思うんですけど、なんか違うような。ギラギラだけどスイーティーじゃないっていうか。でも何がいけないんでしょう。二人で具体的な問題点を探してみてもなかなかわからないものですね。よし、こういう時にはプロデューサーに聞いてみっか。この時間だったらまだ残ってるだろう。そうですね、聞いてみましょう。ナナたちの頼りになるプロデューサーさんに。というわけなんですけど、ナナたちもどこかピンとこないっていうか。ねえねえ、どうよプロデューサー。遠慮なくはっきりバッサリ評価してくれていいんだぞ。けどハートたちならではの？それってどういう意味なんでしょう。プロデューサーの意地悪、もったいぶらずに教えてくれちゃっていいんだぞ。そうですよ。二人ならではの魔法少女見つけられるでしょうか、ナナたちだけで。いやー、何それ、殺し文句みたいな。わかりました。ナナたち、必ずプロデューサーさんの期待に応えてみせます。もう一回二人で考えてみよう、ハートちゃん。パイセンギク。第2回シュガミン魔法少女イベント企画会議。で、どういうものだと思います？ハートちゃん。ナナたちならではの魔法少女って。やっぱりババア無理すんなって感じの浮気つ魔法少女なのかな。あはは、きっつー。ナナは17歳なので決してババではないんですが、まあそれはともかく、確かにちょっと浮かれすぎてましたよね。年がいもなくはしゃいじゃったっていうか。そうっすね。でもまあ魔法少女路線自体は OK もらえたし、まずは分かってる問題点を潰してこっか。予算は盲点でした。いえ、確かにプロデューサーさんからもらった資料にはきちんと書いてあったんですけど、とりあえず着ぐるみは高いのでなしで、その代わり事務所のアイドルのどなたかに敵役として友情出演してもらう形で。っていうかハートの描いた衣装デザインもな、こんなにフリルどっさりじゃアクションできないし、重くて途中でへばっちゃうぞ物理的に。生演奏もワイヤーアクションも予算的にノー。花火や火薬を使った演出も会場の決まりを考えると難しそうですね。相変わらず世知辛えな。現実ってやつはよ、夢と希望に満ち溢れた魔法少女ものをやる予定がさ。まあまあハートちゃんと一緒に魔法少女になれるだけでもナナは十分に幸せですから。ほっ、耳耳耳耳耳耳耳
しやウサミン星からの電波がピピピッと。ナナ、わかっちゃいました。ハートちゃん、ちょっと辛くなるかもしれませんが、やってやりましょう、ナナたちなりの魔法少女。おーあ、おはようございます。いやー、絶好のサイキック日和ですね。今なら何でも曲げられそうな気がします。むむむーむん。おーっと、ゆっこちゃん発見。ちょっとだけ顔貸してもらっていい？大事な話だぞ。あ、おはようございます、ハートさん。このエスパーゆっこに何かご用ですか？迷子の子猫探しから未来予知まで何でも解決してみせますよ。ナナさんたちに呼ばれてレッスン場に来たっすけど、まだ誰も来てないみたいっすね。ひなさん、お疲れ様です。さすらいのサイキックアイドルことエスパーゆっこの到着です。あ、ゆっこちゃんじゃないっすか。ゆっこちゃんも呼ばれてきたっすか？ひなさんもなんですね。一体何が始まるんでしょうか。早苗さん風に言えば事件の香りがするわねって感じです。事件はレッスン上じゃ起きねえんだ。期待させてメンゴ。そろそろナナパイセンがもう一人連れてくるはずだし、そしたら説明すっからもうちょい待っててと噂をすれば。ナナちゃん、ほら頑張って。レッスン場まであと少しだから。ごめんなさい、川島さん。連日の準備やお稽古でナナはもう体力が。はい、到着よ。みんな待たせてごめんね。川島さん、ナナちゃん、おはようございます。おはようございます。連れてくるっていうか、連れて来られたって感じっすね。魔法少女オンステージ？はい、正式タイトルはシュガシュガハートでミンミンミン、二人は魔法少女に決まりました。すごいタイトルね。なるほど、二人を主役にした魔法少女ものなんですね。しかも企画や衣装や脚本、メンバー集めまでナナちゃんとハートさんがやってるんですか？すごいです。そういうこと。ハートたちが夜なべして作った台本がこれな。ほいほいほい。おう、もう本があるんすね。ありがとうございます。皆さんはナナたちとは対立する役になっちゃいますが、ぜひとも一緒に出演していただけないかと思って。なるほど、私はサイキック使いの怪人としてナナちゃんたちとバトルするんですね。お任せください。私も大丈夫っすよ。アニメオタクとしてはちょびっとだけ魔法少女役に憧れる気持ちもありますが、悪の女幹部もおつなものっすから。ありがとうございます、ひなちゃん、ゆっこちゃん。あと悪いんだけど、ひな先生には脚本の細かいとこの修正も頼むと。うちらだけじゃ爪が甘かったりするからさ。あ、自分でよければやらせてもらうっすよ。なおちゃんやちかちゃんにも相談に乗ってもらいましょうかね。
みずきちゃん、どうかな？川島さん、役柄的に川島さんには本心とは全然反対のことをお願いしちゃう形になるんですけど、でもこの役をお願いできるのはみずきちゃんしかいなくって。ナナちゃん、しんちゃん。今回のステージにかけるあなたたちの思い、気合、そして覚悟、この台本からビシバシ伝わってきたわ。それこそ痛いくらいにね。痛い。厳しい現実を知る大人アイドル代表としてぜひ協力させてもらうわ。やるわよ、ゆっこちゃん、ひなちゃん。はいっす。よかった。皆さんに協力していただけることになって。あとは本番当日までレッスン頑張らなくっちゃだな。人々の心を絶望に染め上げ、意のままに操ろうとする悪の秘密結社、ダークエイジング帝国。今日もまた恐るべき怪人が地上へ送り込まれたようです。ムームームーンサイキック悪ムムム光線。はっ人々よ、夢を捨てよ。辛い現実という悪夢を見よ。絶望に目を曇らせ我らの支配を受け入れるのだ。そこまでですよ、マッドエスパーゆっこちゃん。悪の秘密結社ダークエイジング帝国め、お前たちの好きにはさせないぞ。お前たちはまさか。そのまさかです。さあしんちゃん、変身しますよ。変身カプセル超強力ウサビタミン7ごっくん。オッケー、ナナ先輩、変身ドリンク超激甘スイートシロップハニーごっくん。ミミミミーウサミンパワーでメルヘンチェンジ。みんなの夢を守る魔法少女メルヘンウサミン、お呼びとあらばピピッと参上。キュンキュンハートでスイーティーメタモルフォーゼ。甘いラブを伝える魔法少女スイートシュガー。悪い子はぶっ飛ばすぞ。デコボコ道もなんのその、夢に向かってスピードマックス魔法少女シュガシュガミーン。お前たちが噂の魔法少女か。我らダークエイジング帝国に盾つく愚か者には現実の厳しさを教えるのみ。くらえサイキック悪ムムムーン光線。シュガーちゃん、ここは任せて。ミミミンメルヘンハピネスビーム。なにー。私の悪ムムムーン光線が返されて。さすが宇佐美先輩っすね。ねえ油断しないでくださいシュガーちゃん。まだマッドエスパーゆっこちゃんを浄化しきれてないです。やりますね。こうなったら最後の手段、
サイキック力技とりゃまだこんな力が。メルヘンウサミはさっきのビームの反動で腰が。今度はシュガーに任せてウサミン先輩。力技にはパワーで対抗。ハートフル物理アタック。こんな非現実的な少女かどうかもわからない魔法少女たちにこのマッドエスパーユッコが負けるなんて。浄化完了。女の子はいくつになったって魔法少女なんだぞ。ナナは永遠の17歳だから永遠に魔法少女なんですよ。それじゃあ休憩後もこの調子でシュガシュガーいててててて。変身や必殺技の時の決めポーズって腰にくるんですよね。練習の段階から分かってはいたんですけど。おーいいナノパイセン。きついのはこっからだぞ。いろんな意味で。みずきちゃんたちがステージ温めてくれてる間に舞台裏でパパッとパワーチャージしなくっちゃ。ですよね。ごめんなさいハートちゃん。湿布もう一枚追加でお願いします。オッケーオッケー。ついでに気合も注入してあげる。そーれパチーン。ハートちゃん、ウサミ星人の腰にサプライズアタックするのはノーですよ。ごめんちゃーい。でも気合は入ったっしょ。ハートたち残りはずっとステージに出ずっぱりだけど力を合わせて頑張ろうな。はい、最後まで駆け抜けましょう。普通の魔法少女ものとはちょっと違ってナナたちのリアルな要素も取り入れているので戸惑ってるお客さんもいるみたいですけど、でもこれがナナたちの選んだ道、ナナたちなりの魔法少女オンステージですから、ここからのお芝居で必ずみんなを盛り上げてみせます。その息その息。そんじゃあナナパイセン、ハートにも湿布と気合注入お願い。ハートちゃんもですか？だってハートのボディも限界ギリギリだし、最後まで突っ走るためにはなりふり構ってられないんだもん。みずきちゃんたちがステージから戻ってくる前に早く早く。はあ、マッドエスパーユッコも情けないわね。あんな魔法少女ごときにやられてしまうなんて。ねえマッドドクター・ラーキー、そうは思わないこと？デビルみずき総統、お言葉ですがあの魔法少女たちは甘く見ちゃダメっすよ。我が組織の誇る怪人たちが何度も返り討ちに遭ってますからね。煩わしいこと。でも彼女たちが調子に乗っていられるのも今日まで。そうでしょアラーキー。そういうことになりますね。何せついに完成してしまったのですから。魔法少女たちを駆逐する最終兵器が。あの生意気な小娘なのかしら。たちに分からせてあげるわ。真の現実というものをね。
必殺シュガシュガハートビームスイーティー必殺メルヘンハピネスビームシュガーとウソミン先輩のコンビは今日もときめき絶好調。悪の秘密結社ダークエイジング帝国の怪人をギッタンギッタンにやっつけてたんだけど、くっくっく、ずいぶんと調子に乗ってるみたいですが、あんたたちもここまですよ、魔法少女シュガシュガミーン。あなたは確かダークエイジング帝国の科学者マッドドクターアラーキー。ウサミンたちに戦いを挑みに来たんですか？あいにく私は基本引きこもりの非戦闘員なんで、あんたたちの相手をするのはこいつらっす。シュガーちゃん、なんて強力な闇のパワー。一体誰なんですか？ふっふっふっふ。いやー、シュガーとウサミン先輩がもう一人いる。なんで？どうして？彼女たちはダークウサミンとダークシュガー、ダークエイジング帝国が闇のエネルギーを集めて作り出したコピー魔法少女なんです。コピー魔法少女ですか？そう、私たちはもう一人のあなたたちと同等の力を持ち、あなたたちと同様の容姿を持つ者。ただし私たちが戦うのはみんなの夢なんていうくだらないもののためではありません。その通り、ダークウサミンとダークシュガーは我々ダークエイジング帝国の忠実なしもべなんすよ。そんなことって。さあ行きますよ、ダークネスメルヘンビーム。ダークネスハートビーム。なんてすごい攻撃。受け止めるだけで精一杯です。でもこれくらいシュガーとウサミン先輩なら耐えきれるはず。頑張るじゃない、ババアのくせに。ウサミン先輩、気を抜いちゃダメ。二人ともずいぶんと冷や汗をかいてるみたいですよ。せっかく塗りたくったファウンデーションがだらだら剥がれちゃってます。ほんとキャラ作りに必死になって語尾に欲しいや音符までつけちゃってさ、みっともないったらないっつーの。あらら、もう耐えられなくなってしまいましたか。やっぱりあなたたちに真の現実と向き合うだけの強さはなかったようですね。でも手加減なんてしねえぞ。私たちの闇のパワーでこのまま押しつぶしてやる。体が動きません。このままじゃ。こいつらはもう一人のシュガーたち。魔法少女としての力量は同じはずなのに。同じなわけないじゃないですか。ちゃんと現実を見ている私たちと甘ったるい夢の中で遊んでいるだけのあなたたち。
差ははっきりしてます。そうだそうだ、ババアなんだからちっとは現実見ろっての。それでも目を背けるってんなら私たちが教えてやんよ。同級生の友達はどんどん結婚して、同期のライバルはどんどん引退して、若い子たちには追い抜かれて置いてけぼりで、体もだんだん前みたいには動かなくなって、ちょっと無理しただけで次の日はお肌のツヤが悪くなって。大体何が魔法少女ですか？少しは年齢を考えてください。とっくに少女を過ぎてるのによくそんな格好ができますね。ほんとほんと、さっさとその痛い服脱いでベージュのババシャツでも着たら？どうせ報われないんだからさ、あんたたちの夢なんて。なんて言葉の暴力でしょう。自分らで台本書いてあらかじめアテレコもしておいた内容だっていうのに、痛すぎてハートのガラスハートにビシビシひびが入っちゃう。苦しんでるみたいね、日記魔法少女たち。いい君だわ。おお、あなた様はまさか自らお越しになられるとは。あなたはそのとてつもない闇のオーラは、もしかして。そう、私こそダークエイジング帝国総統デビルミズキ。あなたたちが現実に打ちのめされて倒れる様を特等席で見物させてもらいに来たの。デビルミズキ、あなたさえぶっ飛ばせばシュガーたちの勝ちのはず。残念ね、そんなことは夢物語よ。さあ、現実を分からせてあげる。とどめを刺しなさい、ダークウサミン、ダークシュガー。はい、デビル水木総統。消えちゃって、夢にすがる惨めな私たち。ダークエイジング帝国のマッドドクターアラーキーが作ったコピー魔法少女たちにより、辛い現実を突きつけられ追い詰められたメルヘンウサミンとスイートシュガー。そしてついに我らが総統デビル水木様が現れ、魔法少女たちの処刑を宣言したのでした。私に立てつく愚かな魔法少女たちもこれでおしまいよ。待ってくださいっす、水木総統。メルヘンハピネスビーム、シュガシュガハートビーム。お前たちまだ倒れていなかったのか。しかも私たちに反撃までしてくるなんて。ダークウサミン、ダークシュガー、もう一人のウサミンたち。現実を振りかざすあなたたちの言葉はとても痛かったですが、でもそれはよく知ってる痛みでした。
ないからとか可能性が低いからとか、そんな分かりきったことはシュガーたちが夢を諦める理由にはならないんだぞ。なんですって。どうしてそんなに諦めが悪いんですか。とっても可愛いアニメのヒロイン、とっても演技の上手な声優さん、歌い手さんや役者さん、それにアイドル、めちゃかわでキラキラでキャピキャピでキュンキュンでラブリーな、そういうものになりたいって。現実しか見れなくなったあなたたちは忘れちゃってるかもしれないですが、ずっと昔にウサミンたちはそう誓ったんです。このハートに燃える希望がある限り、絶望的な現実なんざ突きつけられてもシュガーたちは折れてなんかやんねえぞ。クルダ、やめろ。シュガミンは力を合わせて夢と現実のデコボコ道を乗り越える。そんな私の最高傑作がやった。あとは水木相当を。はーい、あなたたちお疲れ様。ダークエイジングフラッシュ。甘いわね、魔法少女たち。どうして私が午後のエステの予約もキャンセルしてわざわざあなたたちの前に出向いてきたと思っているのかしら。まさかウサミンたちがもう一人の自分たちと戦って消耗したところを狙うつもりで。そういうこと。今の弱り切ったあなたたちなんてリムーバーでふやけたマニキュアを落とすみたいに簡単にやっつけてあげるんだから。ひどいっす、水木相当。あなたの片腕だった私まで巻き添えにするなんて。ごめんなさいね、マッドドクターラッキー。でも彼女たちの近くに立っていたあなたが悪いのよ。そんな。デビル水木、なんつう悪のいやつ。分かってもらえたかしら。これが現実。より強く、より賢く、他人を踏み台にして立ち回った者が最後に全てを得るのよ。そんなこと、このシュガシュガミーンが認めません。虚勢を張るのはおやめなさいな。その疲れ切った体でどうやってみんなの夢を守ろうというのかしら。確かにウサミンたちにはもう力は残されていませんが、夢を守ろうとする力は今この場所にたくさんあるんだぞ。そんなものあるわけが。お願い、この会場に来てくれたみんな、世界を救うためにみんなの力を貸して。シュガーとウサミンにみんなの声を届けて。
ハートちゃん、聞こえますか？ナナたちを応援してくれるみんなの声。聞こえる？すっごくたくさんのファンの声。立ち上がった。他人の応援を力に変えるなんて、そんなバカなことが。教えてあげます、デビル水木さん。夢とは自分一人だけで見るものではないということを。そうっすよね、ウサミン先輩。みんなの応援さえあれば、シュガーハートはいつだってピッカピカになっちゃうんだから。本当に諦めの悪い奴らだこと。今度こそ本当に分からせてあげるんだから。ダークエイジングフラッシュ。これで最後です、デビル水木さん。いきますよ、シュガーちゃん。シュガーとウサミン先輩の心を合わせて、今ここに最強の必殺技を。はあ、メルヘンスイーティーオーバーバスター。やったー、ついにデビル水木を、ダークエイジング帝国を倒せたんだね、ウサミン先輩。はい、シュガーちゃん、これも全て応援してくれたみんなのおかげです。だからもう一回、みんな本当にありがとうございました。長い戦いの末、ついにダークエイジング帝国総統デビル水木を破った魔法少女シュガシュガミーン。強大な悪のパワーを使い果たしたデビル水木の体は、今まさに消滅しようとしていたっす。水木さん、見事だったわ、あなたたち。これが現実と戦いながら夢を追い続ける魔法少女の力なのね。認めるしかないようだわ。水木さん、分かってくれたんですね。ええ、私の負けね。それに思い出したわ。私も昔夢に生きようとしてたこと、いつから忘れてしまっていたのかしら。水木ちゃんねえ、シュガシュガミー、最後にもう一つだけ教えてちょうだい。生まれ変わってまた会えたら、私もあなたたちの仲間に、魔法少女になれるかしら。もちろんなれますよ。諦めない限り夢はどこまでだって続いていくんですから。そうそう、女の子はいくつになったって魔法少女なんだぞ。
そうだったわね。その日はいつかきっと来る。わかるわ。こうしてデビル水木総統は倒れ、ダークエイジング帝国の野望はついえました。けれど魔法少女たちの戦いは終わらない。人の心に守るべき夢がある限り、私たちは魔法少女であり続ける。そう、いくつになっても、いつまでも、いつまでも、いつまでも。シュガシュガハートでミンミンミン。二人は魔法少女。これにて閉幕。最後まで見てくれてありがとうだぞ。それじゃあ最後にシュガシュガーミーン。お疲れ様でした。いやー、皆さんのおかげで無事にお芝居を終えることができました。本当にありがとさんだぞ。はい、このエスパーユッコのサイキックパワーが力になれたようでよかったです。ユッコちゃんの若さのパワー、とっても頼もしかったです。いやでもシュガシュガミーのお二人の活躍はほんとすごかったっすよ。お客さんも大盛り上がりだったじゃないっすか。ありがとう。イナ先生も台本の修正サンキューな。でもよかったん？ドクター・アラーキ、あんな最後で。いいっす。参謀役がああして散ることでボスであるデビル水木が引き立ち、その結果物語全体が締まるんですから。さすがひなちゃん、プロの考えね。それからねえ、ナナちゃん、しんちゃん、次の魔法少女ステージはいつなの？川島さん、もしかして。そうよ、さっき約束したでしょ。今度こそ私も魔法少女になって二人と一緒に変身するんだから。おお、魔法少女たちのピンチにかつての宿敵が颯爽と駆けつける。行動っすね。じゃあ私、次は復活して悪の女幹部をやってみたいです。名付けて帰ってきたエスパーユッコマーク2ですよ。みんなやりたいことがいっぱいって感じだな。ハートももちろんまた変身すっぞ。ねえ、ナナパイセン。ハートちゃん、ナナは今日ずっとやりたかったことが、魔法少女になってみんなに夢と希望を届けたいって願いが叶っちゃいました。皆さんやプロデューサーさんからの頑張れっていう声、とってもあったかくって本当に夢みたいでした。あん時のハートたち最高にキラキラでキャピキャピでキュンキュンできてたよな。でもまたできるんでしょうか。本当に夢の続きを見ることができるんでしょうか。もうナナパイセンたらまたそんなこと言って、本当は分かってるっしょ。だって今回の台本のあのセリフはナナパイセンが書いたんだから。ハートちゃん、はい、夢はどこまでも続いていくんですよね。そういうこと。いつまでもいくつになっても。
ガミンは力を合わせてデコボコ道を走り続ける。